안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘 제가 일본에 와서 지금 긴자에 와서 콜라보 영상을 찍게 되었는데요. 이제부터 제가 소개할 분은 일본에서 도쿄에서 이 긴자 근처에서 보컬 트레이너를 하고 있는 히로코상입니다. 하이, 아이사츠 오네가이시마스. 안녕하세요. 知ってる? ひろこです。よろしくお願いします。はい。ひろこさんは今、ここらんですか？どこでやってる？そうですね。都内でボイストレーナーのお仕事をさせていただいていて、一人で個人でやってます。最初から一人で？最初はボイストレーナーになり始めた時は、そのボイストレーナーの会社に勤めて、1年ぐらいですね。1年ぐらい勤めてから独立して今4年ぐらいで全部合わせたら6年目ですね今。でも1年くらいやって独立するのもできるんですか？早い、できる、実力で。だから影響力必要じゃないですか。そうですね。やっぱりこうね、ボイストレーナーをやるっていうことは、生徒さんが必要じゃないですか。その時に一番最初に独立する時に考えたのが、こういうね、日本の都内でも銀座とかだとクラブのお姉さんとか、そう歌がこう上手くなりたい人とかもいるし、あとはカラオケが好きなね、大人の方いっぱいいるから、その方をちょっとターゲットにしたいなと思って、銀座でなんか夜はバーとかしているお店、カラオケ付きのバーをしているお店のお昼はこう営業してないので、そこを借りて、お昼に借りて、そのカラオケを使いながらピアノをこう持ってって、そこでお昼その場所を間借りさせていただいてボイストレーナーをしてたっていう感じです。今はスタジオを借りたり、他にもちょっとカラオケバー借りたりとかしてレッスンしてるんですけど、なのでカラオケバーでやってるからそのお客さんが来てくれたりとか、あとはそうですね、若い子でもなんか歌手になりたい、アーティストになりたいっていう感じで夢見て紹介で、そうその生徒さんのお子さんとか来てくれたりしてます。では、待って。YouTube はいつから？ YouTube は2020年ぐらいから始めました。でも同じかも。そうなんだ。僕もその時、多分。すごい。何か適当なのバレてる。ごめんなさい、触っちゃった。やっぱ今、全部宣伝が大事だから、日本にもボイトレしている人はほとんど YouTube とかやっていますよね。そうですね。そう、YouTube はだから個人で、独立してから、やっぱりこうね、認知度を上げなきゃって思って YouTube を始めて、そこから発信は始めたかも。でそこから今はオンラインレッスンとかが増えて、でそこでなんか、やってます。日本はボイトレを、LINE とかオンラインでする人も多いんですよね。韓国がね、そうね。それできるって思うじゃん。いやー、それできる。だけどでもね、やっぱりできるとはいえオンラインと対面じゃ全然違いますよ。だけどできなくはないです。だからその人の、歌声とかを録音したやつをまずこう送ってもらって、でそれを聞いて、あらかじめこの人の声ってどういう特徴があるのかとか、どういうところをこうレッスンしたらなんていうんですか、トレーニングしたらいいのかっていうのを見極めてからオンラインでこういうところが必要だと思いますってお話ししながらっていう感じで発声の仕方とか教えて、でご自宅で一人でやってもらうみたいな。だから対面レッスンとオンラインレッスンではなんかこうボイトレの役割が違うっていうか、仕方も全部変えてるというか、対面レッスンの方法でそのままオンラインレッスンをしちゃったらダメだと思うので、オンラインはオンラインのやり方でやってます。では僕が
今僕のチャンネルでたまに音楽のレビューをしているんですけど、それはまあほぼ同じですよね。僕も曲を聴いて発声とかすぐ話するから、そうですそうです、似てますね。だからその録音して、こういう iPhone の録音機能も今めちゃくちゃ普通になんか聞き取れるから、その人の癖、声の癖とかを聞き分けてやってるみたいな感じです。でもこの番組はカチ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 。そう？何が？なんかこうリズムが。そういうこと。ひろこさんはもともと発声が問題になった時期があって、問題になった時期あった。結構長く？長い。6年？6年ぐらい。では、ひろこさんももともとは自分が歌手になりたり目指してやったのになんか問題になって、そう、出なくなっちゃって、歌は小さい頃から好きで、ね、一緒ですよね。小さい頃から好きでね。例えば、まあタレとかタレを目指して歌手なら、当時は、それこそ私が幼稚園の頃は、ジュリー&マリーって言ってゆきさん、のなんか風の剣心、アニメのそうルローニケンシンかな。そのアニメの音楽、そうオープニングの音楽、そうそばかす、そうあれがすごい好きで歌ってて、でもうちょっとこう大人になってきたら平原綾香さんとか、当時あと他だと綾香とか、そうね、歌うまい人、あとミーシャさんとかも中学校の頃から聴いてて、なんかすごい好きだなと思って歌い込んでて、一番自分の声に合ってたのは、当時は声楽習ってたんで中学校の頃は、平原綾香さんの歌い方とかがなんかこう合ってたというか歌いやすくて、結構真似じゃないけどそれで、習ってたんですけど、そこから高校生の時に音楽理論とかも学びながら、高校を卒業できる、そういう高校があったので行って、でもほぼ遊んでたんですけど、子供だから遊んでたんですけど、それでそこでも音楽活動をして卒業してから、1年ぐらい経った時かな、あるボイストレーナーと出会って、発声トレーニングをずっとしてたんですけど、私の、苦手な発声の仕方を教えてもらっていたんですけど、ちょっと発声の方法が合わなくて私に、声がね急に出なくなっちゃったんですよ、そこから。でそこから6年、それが問題だったんですよねきっかけかな。そうだからわりかしその声楽を習ってたんで、なんだろう、息が多めの、声帯が結構開いている状態の発声をしてたんだけど、急に地声をこう、練習するみたいな感じになって、で今私ボイストレーナーだから、何をしたいかは分かるけど、でも当時何も知らなかったから、段階も踏まず、全部すっ飛ばしてのなんか苦手なところをずっと重点的にやられてたんで、とにかく今思うとやっぱ喉を締めて歌うみたいな、きつくして締め上げて歌うみたいな感じの方法を教えてもらってたから、そのせいでって言ったらあれですけど、それがきっかけで6年間出なくなっちゃって、全然一人でも歌えないし、もうこんな可能なく声みたいな感じの時期がありましたね、6年ぐらい。じゃあ結局、どうやってそこからやっぱりもうなんだろう、歌がもう嫌いになっちゃって、テレビとかもつけれない、聞くのも嫌みたいになっちゃって、もう好きだからこそで、当時こういう YouTube とかもあんまり発声をこうなんていうんですか、発信、ボイトレを発信してる人もいないし、こう発声障害の治し方を教えてくれる人が周りにいなかったので、自分でやるしかないと思って、例えばこう話し方の声とかもちょっと
喉閉めてやってたので、もう発声障害ってみたいな、もう出したくても出ないみたいな詰まってる感じなので、普通に喋るのをすごいスムーズに喋れるように普段から取り組もうと思って、まあ話し方の教室みたいな感じのところも行きましたし、あとは例えば私は接客業を当時してたので、いらっしゃいませっていう声とかをすごく綺麗に言おうとか、だからそういうなんか些細なことから始めて、小さいことから歌を歌うっていうよりかは、で、まあ、そこから呼吸法を深めていって、だんだん声が出るようになったなってなったら、そうですね、自分で過去にやった発声トレーニングとかを自分なりにして、こういうことなのかなっていう感じでだんだん出るようになってって、またちょっと声が出るようになったぐらいの時に、歌に関わるお仕事をしたいなと思ってボイストレーニングの仕事を紹介してもらって、で働き始めて、でまたそこからまた勉強しながら、で生徒さんの声に向き合いながらも自分もすごい勉強になって、この人の声の出しにくさって私の声の出しにくさにもつながっていたんだとか、なんかそういう共通点も感じながら、じゃあこうやって改善していこうってなったら、本当みるみるうちに相手も変わっていったので、なんかすごい自分が声出なかった経験が生徒さんに生きた瞬間だったので、ボイストレーナーなってよかったって思いました。すごい。すげえ。しびれますね。